はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は、誰もがね、一人で生きているわけではありません。なのでね、どうしても嫌な人に出会うっていうのは、周りに一人や二人いますよね。なんかいつも悪口言ってるような人とかね、そういう人って周りにいませんか？私もね、たまにいるんですよね。合わない人っていうのが。そういう人と一緒にいると、やっぱり自分のね、心がね、揺さぶられたりとか、そちらのね、なんかちょっと嫌な気持ちにね、なったりとかしてしまいます。今日はそんな嫌な人にね、振り回されない方法、あとはね、自分の心を守る方法っていうのをお話ししていきたいと思います。はい。ということでね、私もね、今はフリーランスですけれども、最初の頃はね、いろんなグループに所属していました。学校もグループですよね。あとは会社もグループですし、やっぱりね、そういうグループ活動をしていると、どうしてもいろんな人がいて、いろんな考えがあって、私はあんまりグループ活動が好きではないタイプ、合わないなと思ってしまったのは、そういうねところでのやっぱりゴシップですとかね、そういう人間関係がちょっと苦手なんですよね。あの人こんなことしてたのよとかね、そういうのってね、どうしても話題にしてしまって、それを鵜呑みにしてね、じゃああの人とあんま付き合わない方がいいかしらなんてね、そういう風になっちゃいますよね。で、私はあんまりそういうのが好きではなかったので、フリーランスのねヘアメイクっていう、道をね、自分が取っていったんですけれども、それでもねやっぱりフリーランスでも働く人っていうのはねいるわけですよね。そうすると、例えば私がやっているクライアントさんを違うヘアメイクさんが欲しくて、私の悪口を言って変な噂を広めたりとか、そういうこともねありました。あなたは私とね仕事したことないじゃないっていうような人が勝手にね私のことをなんかいろいろね言ってとか、そういうこともねやっぱりありました。話してるだけでねちょっと嫌な気持ちになってきますよね。やっぱキャリアがね長くなって、いろいろね仕事をする歴が長くなると、そういうことにね巻き込まれることもやっぱりね多くなっていくんですよ、どうしても。で、もう本当にねそういうのも嫌だし、すごいストレスだし、狭いね世界でああだこうだね椅子取りゲームするっていうのが本当にね嫌になっちゃって、そういうのも一つあって、私はニューヨークに、逃げてきたというかね、やっぱりねこっちもねニューヨークだと日本人コミュニティっていうのはやっぱりちっちゃいんですよね。なので、もし私がね日本人コミュニティの中で生活をしてね仕事をしてってなってると、今もねやっぱりもっとちっちゃいねそのコミュニティの中でのそういったね同じことがねもしかしたら繰り返されていたかもしれないんですが、今はね私あんまり日本人の方とお仕事したりとかねすることがあんまりなくて、お客さんもニューヨークでねいる時はほぼほぼ外国の方ですし、ありますよ本当にこちらも結局同じことがねされてるんですけど、言葉の壁があるじゃないですか。なので嫌な人とはね本当にその人が言った嫌味もそんな通じなかったりとか、さらっとね雑音として流せたりとかねするんですよ。あんまりね深くね話さない、すごく便利。相手もねこの人に言ってもあんまり通じないなっていうのは思ったりとかもしてくれると思うので、そんなにねそういうストレスがあんまりなく今は過ごしております。今言った通りにあんまり何も聞かない、流すって言ったんですけど、そういうね嫌味なことを言う人とかね、わざと人のね痛いところをついてくる人とかっていうのいるんですよ。なんかねほんと言われたくないこととかあるじゃないですか。それをわざわざね言ってくる人とかもねやっぱりいますよね。そういうことをされたら、なんでこの人そんなこと言うの、超傷つくんですけどってダイレクトに受け取ってしまうと、その人はね
こいつ傷ついてるぞ、手応えがあったっていうことでね、向こうは本当にね、やったねって感じなんですよ。なのでまず対処法としてはシンプル。相手にしないっていうのが一番、向こうはね、あれ手応えないぞみたいな感じでね、やりがいがなく感じます。なんか言われても、そうなんですねとか、そうですねとかさらーっと流す。で、気にしない、受け止めない、ダイレクトに受け止めない。それがまず一番ね、シンプルな対処法かなと思います。あとはね、反応しない。本当にね、傷つくわっていう反応しない。むしろ、なんでそんなこと言うんですか、めっちゃ傷つきますよって、もう返しちゃった方がいい。もうそれもこっちはね、ダメージ受けてないよっていう証なので、そういうね、もう相手が何か言ってきても、それに対してこっちがダメージ受けてませんよ、スルッと流してますよっていうのを見せるっていうことはね、すごくいい方法だと思います。向こうもね、言って楽しくなかったら、やりがいないなと思って、大体の人はね、それぐらいでどっか行っちゃいます。あとは、私に言って反応ないなって思うと、周りにね、変なことを言ったりとかね、周りから責めようとするっていうのが次の方法になります。なので、そういうね、嫌な人っていうのは、私に言わないでね、周りに私の印象が悪くなるように言っていきます。事実だったらまだいいんですよ。だけど、ありもしないようなことをね、言って、私の評価を下げようと、周りのね、人を話そうとします。そういうふうにね、されても、もし私が普段と変わらないようなね、状態で、周りにも親切に自分のやれることを 100% していたら、どっちの人を信じますかっていうことなんですよね。こっちの人だとね、結構確認してきてくれたりするんですよ。あの人がこう言ってたけど、実際はどうなのって。信じられないから。ね。私がそういう風にしてたっていうのが信じられないから、あの人がこう言ってたけれども、実際はどうなのっていうのをね、事実確認をしてくれます。もし事実確認してくれれば、いやいや、そんなことないよってしてくれなくっても、もし私がね、まるっきりそうじゃない、もうその人たちがそんなこと信じられないよってね、思ってくれてれば全然問題はないことです。自分がもう 100% ね、全力で周りにもね、ちゃんとした対応をしている人だったら、どっちの人をね、信じるかっていうことになりますよね。なので、もし周りがね、悪い噂の方を信じて私から離れていくとしても、それはね、そちらサイドの方ですので、逆にね、自分からも離れたい、いらない世界の一つになりますので、まずね、そういう人たちとは距離をね、ちょっと取って、あまりね、親しくしない方がいいかなと思います。自分を守ることになりますので、無理やりね、そういう人たちとね、付き合う必要っていうのは本当にないです。人間関係のストレスっていうのはね、本当に心理的にも特徴があります。そういうね、悪いバイブス人たちっていうのは、ネガティブなね、本当エネルギーを人に移そうとするね、感情伝染っていうね、なんか特徴があるそうです。そうだから嫌な人はね、やっぱりあなたを同じようなね、自分の低い場所にね、こう引きずり下ろそうとしてくるんですよね。特にそれにね、反応してしまうと、もうほんとやった、向こうはね、やったっていう感じでね、どんどんつけ込んできます。で、同じ土俵にね、立たされてしまうんですよね。今言ってきたような、相手にしない、反応しない、周りにね、なんか変なこと言われても反応しない、態度を変えない、自分のね、あるべきことをする、周りにもちゃんと今まで通りに親切にする、おどおどしない。あとね、周りが、そちらのことをね、信じるようでしたら、それはね、あなたの仲間ではありませんのでね、距離を取る、離れるっていうことがね、自分の心を守る秘訣かなと思います。勝ち負けとかじゃないんですよね。なんかその人に言われて逃げたから負けとかね、抵抗して勝ったとかね、そういうのじゃないんですよ。本当にね、合気道みたいな感じでスルリスルリとね、こうかわすみたいな、そういうイメージがいいかなと思うんですけど、
大切なのはね、本当に受け止めず自分の心を守る。本当に相手にしないで自分の幸せなね、バイブスを保つ。同じようなね、悪いネガティブなバイブスに引っ張られないようにするっていうのが本当に一番ね、大切かなと思います。そのね、プロセスで大切になるのが、自分にとってのね、居場所を見つける、ストレスを抜く場所をね、場所とか作業を見つけるっていうことがね、すごく大事かなと思います。私はね、すごくね、ストレスがあった現場の後っていうのは、家にね、そのまま帰るんじゃなくてね、カフェで一人で美味しいコーヒーとね、なんかケーキかなんかを食べて、ほっと一息ついてね、それから家に帰るようにしていました。それはね、自然に、ゆっくりしたい、コーヒー飲もう、みたいな感じで行くと、すごくね、なんか落ち着いたんですよね。もう本当にそのまま家に帰りたくないっていう、そういう気持ちだったので、そういうね、なんかプロセスがあると、気持ちをね、リセットできるっていうのがありました。皆さんもね、カフェだったり、公園だったりとかね、何かしら自分のね、そういうホッとできる場所とかホッとできる行為っていうのがね、あるかなと思います。本当にね、嫌な人っていうのはね、いるんですよ。でもそういう人に出会っても自分の心をね、揺さぶられないで、揺さぶられたとしてもそれをね、忘れられるように堂々と自分らしくいるっていうことが一番のね、対処法かなと思います。私自身がね、ニューヨークでは、自分とね、波長の合う人とだけ、仕事をしてるっていうのもあるんですけど、そういうね、ことでとてもね、居心地よくいさせてもらっております。皆さんも無理にね、嫌いな人、嫌な人と付き合っていく必要は全くないんですよね。私はニューヨークにまで逃げてきちゃいましたけど、逃げてくるっていうかね、距離を取るのにね、すごく遠いディスタンスを取ってきましたけど、誰もがね、外国に逃げれるわけではないと思うので、そうじゃなくてね、自分なりの居場所、避難所みたいなのをね、見つけて心地よく過ごしていけたらいいかなと思います。自分なりの避難所っていうのはね、アイデアとしては、物理的にね、距離を取る、もう私みたいな感じですよね。職場でね、嫌な人と一緒だったら、休憩中にね、そこのオフィスにいないでちょっと外に出て一息するですとか、なるべく1対1の距離感を取らない。なるべくね、誰かしら交えるとか、必要以上に会話しない。本当にね、そこにいらっしゃったとしても、あんまりね、自分からコミュニケーションを取らなくてもいいです。あとはね、LINE や SNS とかがね、やっぱりグループであったとしても、すぐにはね、即答しなくても大丈夫。なんとなく距離を置いてね、時間を取っていくと、向こうもね、気づく人は気づきます。なので向こうからね、また離れてってくれたりもするので、そういった感じでね、自分から穏やかに距離を取りましょう。あとは、気楽に話せるような友達やね、家族、愚痴を入れるような人がいたらね、本当に一番いいですね。趣味の仲間とか、あと好きなことを共通してね、持っている友達と一緒にいるっていうのも気持ちをね、安定させる一つのね、居場所になるかなと思います。頭の中でね、逃げ道を用意しとく。ね、この人生の、演出だ、みたいなね、こういう人がいるから自分のね、人生がちょっとね、ドラマティックになっている、ただの演出だって思う。そうすると、なんとなくね、気にしないで、一つの人生の要素かな、ぐらいな感じでね、流していけるかなとも思います。あとはあんまり気にしないでね、自分がそういうことに対処できた後は、私みたいにね、コーヒー飲んでケーキ食べて自分にご褒美を与えるっていうのでもね、いいですし、そういう風にするとね、何かしらのピリオドが打てるかなと思います。なのでね、自分の生活にそれ以上嫌な人からのその影響をね、持ち込まないっていうのはね、一ついい逃げ道になるかなとも思います。
はい、ということでね、自分の心を守りながら、社会生活を送るっていうのもね、とても難しいことではあるんですけれども、それでもね、何が大事ってね、自分が一番大事なので、本当に嫌な人とはね、付き合わずに自分の心をね、しっかりと守って幸せにね、生きていく。それがね、本当に何はなくとも一番大事なことになりますのでね、もう本当に自分の心をね、壊してまでね、そんな嫌な人をね、優先しなくて大丈夫です。人に何言われようと、結局他人は他人ですのでね、気にしなくて大丈夫です。本当に自分のことだけ考えましょう。そうやって自分を大切にしていけばいくほどね、幸せになっていきますので、今言ってきたね、対処法を試してね、見てください。何にも気にしなくて大丈夫です。ね。ということで、今日は嫌な人から自分を守る、その対処法についてお話ししてきました。もしね、この動画が役に立ったなと思ってくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。あとね、最近できたハイプ機能もね、もし高評価をしてくれた方は、ハイプもね、ぜひ押してください。よろしくお願いします。ということでね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。